はいどうもこんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。前回さばいたマダラを本日は調理していきたいと思います。で、第1弾はね、マダラを使って刺身にしようかなと思いまして、で、刺身といえばね、やっぱりね、昆布締めですよね。そしてね、白子も新鮮だったのでね、白子ポン酢、これもね、刺身として一緒にね、出していきたいなと思います。それでは、本編をどうぞ。はい、ここからはアフレコでお送りしたいと思います。まず最初にね、簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身、その他の料理などを紹介しております。最新情報のお見逃しがないよう、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは改めてやっていきましょう。冒頭でもお伝えしましたが、本日の仕込みの内容はですね、タラの昆布締め、そしてタラの白子ポン酢、それからですね、冒頭では言わなかったのですが、郷土料理、寒だら汁も一緒に作っていこうと思っておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは、タラの昆布締めからです。先ほど昆布をですね、水分で拭いていたんですけれども、あれはただの水ではなく、料理酒で拭いております。やはりね、ただの水を使うとどうしても味が水っぽくなってしまいますので、料理酒を使った方がね、魚の臭みを取る作用もありますし、酒のまろやかな香りもつきますので、そちらの方がおすすめです。で、冒頭で刺身はやはり昆布締めでしょって言いましたけれども、タラはね、基本的に昆布締めがうまいです。っていうか、そもそもタラの刺身をですね、昆布締めにしないで食べたことがまずないですね。というか、その発想がちょっとなかったです。っていうのはね、タラの身っていうのは鮮度落ちが早いんですよ。なので、昆布締めをして日持ちをさせるっていう理由があります。さらにですね、タラっていうのは水分を多く含んでいるので、昆布締めをすることによって余分な水分が抜けて身の締まりが非常に良くなりますので、まあ総合的に考えてもタラは昆布締めにするのが正解かなと思います。僕はいつも昆布締めにするときはこういう風に切り身にしないで柵のまま昆布締めにしてるんですけれども、タラは特にアニサキスがいる恐れがありますので、ちょっと警戒してね、切り身にしながら昆布締めにしてみました。まあどちらのやり方でも味は入りますので、お好きなやり方でいいと思います。はい、あとは軽く塩をして、昆布で挟んで、あとラップをして、3時間から4時間ぐらい寝かしてください。その後ね、味見をしながら薄いなと感じたらもう少しつければいいですし、あとはお好みで結構です。昆布締めってちょっと上級者っぽくて一見難しく感じません？なんかハードル高く感じますよね。でもね、意外と簡単なんですよね。材料さえ揃っていれば自宅でもできちゃったりします。なのでね、スーパー行けば刺身柵で売ってますし、もし刺身引くのがちょっと難しければ、もう刺身引かれた状態のものを買って、あと昆布買って、挟んでね、あとそのまま寝かせるだけです。ぜひチャレンジしてみてください。はい、上が先ほどの昆布締めです。そして下は腹の部分とか骨がついてたので、全部唐揚げ用に切り身にしました。はい、じゃあね、盛り付けていきましょう。3、4時間でもね、こう切り身にして昆布締めにすると結構味入りますね。昆布の香りが強かったです。ただね、好みもありますので、このままね、じっくり、僕の場合は一晩ぐらい昆布に挟んだ状態で寝かせておきます。はい、こんな感じになりました。昆布をね、もっと刻んで刺身と一緒に食べてもらってもいいと思います。では続きまして、白子ポン酢を作りましょう。見てください、この雪。まだ1月ですからね、ここから本番なのかな。うわ、熱い。めちゃくちゃ熱い。はい。このね、前回の白子事件、ほんとやけどするかと思いました。はい。白子ポン酢ですけれども、一度霜降りします。霜降りをして氷水に冷やして、それでですね、冷蔵庫に寝かして身を締めてから盛り付けに入ります。で、ポン酢をつけてね、薬味、万能ネギ、もみじおろし、そしてね、わかめなんかをつけてもいいと思います。はい、こんな感じです。
そして、ちょっとね、味見させていただきました。もうね、プルップルでね、新鮮そのもの。もうめちゃくちゃクリーミーでうまかったです。まさにね、この時期しか味わえない至極の一品でした。ぜひお試しあれ。はいはい、それでは庄内地方のソウルフードとも言うべきカンダラ汁を作ってまいりたいと思います。このカンダラ汁っていうのがなぜ庄内地方のソウルフードかというと、実はね、この1月にですね、カンダラ祭りというもう全国的にも有名な祭りがこの庄内地方各地域で行われるわけです。地元の方はもちろん県外からもたくさんのお客様がいらっしゃいます。そしてこのカンダラ汁をですね、各お店が大きな鍋を使って作るんですけれども、その熱々のカンダラ汁をですね、皆さん外でですね、美味しそうに食べるわけです。それぐらいね、もう地元の方でカンダラ汁を知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい、この冬の風物詩、生活の一部になっている食べ物でございます。今回は詳しい作り方は公開しておりませんので、もしね、作ってみたいって方はね、概要欄にリンク先を貼っておきますので、ぜひね、そちらの動画を見てみてください。そして味見をして、美味しいですね。好みの味です。このような魚の味汁を作る場合は、通常の味噌汁よりも少し濃いめに味付けをしてください。というのはですね、特にタラは味が淡白なので、味噌汁が薄いとですね、ぼやけた味になってしまいます。なのでね、こういったあら汁を作る場合は、通常よりも濃いめに味付けすることをお勧めします。さらにですね、味噌汁は本来グツグツ沸かさないものなのですが、魚のあら汁はぬるいと生臭く感じてしまいますので、ここはがっつりとグツグツに煮てからよそうようにしましょう。うひょー、めちゃくちゃ美味しそうですね。この汁を最後ね、かけてる時がもう本当にうまそうに感じますよね。このカンダラ汁、実は大好物なんです。はい、完成になります。どうですか？この濃厚な味噌汁にホクホクした食感のタラ、こちらも当店自慢の一品ですので、皆様にはね、ぜひ一度この町へ遊びに来て、このカンダラ汁を召し上がっていただきたいものです。はい、それでは本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。